レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、暑くなってきてお祭り日和ですね。さて出店は何があるかな。どこに行こうかな。おい陽介、おこっち来てくれよお前。あら、兄ちゃんも店出してんだ。お前銃がある。射的？お前よくわかったな。うん。もう人が全然来ねえからよ。お前ちょっと桜として楽しそうに遊んでってくれよ。おい、射的で人来ないのはでも珍しいね。でもそれダメじゃん。景品は何？見たいか？いや、景品でしょ。聞きたいか？景品でお客さんは選んでんだよ。いやもうまあいいよ。まずこれだよ。うん。ちっちゃい箱のお菓子。うん、いいじゃん。熱いから。うん。味は発火ね。発火は子供には厳しいよ。ね、大人、俺もそんな好きじゃないね。俺もそんな好き。他はちょっぴり嬉しくなれるように、ライター熱いから柄は水着のお姉ちゃん。ライター水着のお姉ちゃんの。いや、これを家に持って帰ったら気まずいでしょ。そんなことね。こんなライター売ってんの？親の目の前でしっかりつけてやるよ。いやまずライター子供使わないから。他はなんかないの？ほんまこれ任せろよお前。やっとこれが一番の目玉だよ。目玉来た。カラー費用。いや、倫理観がアップデートしてください。いっぱい売ってんだろ。いや、時代変わってます。そんなことね。これじゃ人来ません。電信柱の下とか置いてあるの？いやもう人来ません。景品をまず変えましょう。景品を変えて、多分掛け声もあったら珍しくてお客さん来ると思うんだよね。そうか。だから掛け声を大事だと。景品はちょっと時間かかる。自信なくなったけど。自信になる掛け声でまずは人を集めて、そこから景品を変えていく。分かったよ。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。おわういあいお。おわういあいお。分かったか？これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前番組始まるんじゃねえか。お前3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。お下がりパイオー。パイヤマサラカ。スパイヤマサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤマサラカ。スパイヤのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイヤボーカル陽介とドラムのケンです。この時間から僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイヤのマサラカをお送りしていきます。なんて言った？なんつった？お休み火曜。お下がりパイオー。なんだそれ。もうこれを絶対分かるようにしてくれてるよ最近。もう母音もう一回言って。おわういお祭り。そうあいお最高。そう分かるよこれは。ちょっと考えればちゃんとしてください。簡単すぎるとダメだから。何言ってんの？簡単すぎるとダメなんだよ。じゃないとお前新姉ちゃん来るよもうすぐ。本当にいやでもお祭りの話は何でしたかというと、福岡はですね、ただいま博多祇園山笠開催中でございまして、そうなんだ。日付変わって今日7月13日は明治通りの呉服町交差点から福岡市役所の間、およそ 1.3 キロを1番山笠を先頭に7番山笠までが駆け抜ける集団山笠見せが行われます。そして来週7月15日火曜早朝4時59分に追い山が行われ、フィナーレを迎えますということで、山笠は俺はね直接は見たことないんだけど。あ、そうなんだ。福岡の人でもあんまり見ないかな。だってなんかね、でもあそこかな、天神のさ、商店街っていうのかな、西鉄駅はあるじゃん。待って福岡の人みたいな喋り方されても、西鉄駅あってマックあってケンタッキーあってみたいな。だから分からんのよ。知らんのよ。でその商店街が、すごい突き進むね。突き進むね。山笠でわーってなって、はいはい、あ、そうなんだ。そう通りあるじゃん。ちょっとあるじゃん。西通りに出る通りのとこで。この人怖いんですけど。まあでもいいか。これ福岡でね。福岡の番組だからね。そう別に何も。そうか、聞いてる人は分かるのか。そうか。であそこね、プロントが角にありますよね。あそこになんかでっかい山笠が毎年立ちますよね。へえ。そういうなんかあれなんだね。そのスタッフもって言ってるってことは、もう
なんかおなじみみたいなこの時期にはあるんだねあれは大きくあるし、でもじゃあ実際にその人がさ、こうオセオセしてるのは俺まだ見たことでこれもいや俺ねこのテレビとかさテレビでやってんね。そうでしか見たことないから俺はこれさ全国の祭りその有名どころ一回は俺もうそろそろ体験しなきゃいけないなって思ってて、それなんでかっていうともうさ今うるさいじゃんいろいろ、さっきのさ兄ちゃんの話じゃないけどさ倫理とかさいろんなさそうだね、むずいじゃんってなるとさ、多分お祭りって俺今めっちゃグレーゾーンな気がするの。俺どっかでこの規模でできなくなんじゃないかなってちょっと思ってるの。確かにもっと縮小するとか、もっと人の数減らすとか、でもさそういうことじゃないじゃんって思うじゃん。日本の文化じゃん、国の元からあるさ文化は絶対残した方がいいと思うから。じゃないと、マジで日本でしか見れないものっていうのがなくなってしまうの。本当だ。なんかでもなんかそういう時代の波とともに縮小されたりとか、要はそれこそ山笠がさもしかしたらさすげえちっちゃくなるかもしれないじゃん。怪我しないようにっていう。でもしかしたらさなんか作ってる木がさ、ふわふわのさクッション材でさ、こう加工されたものしか持っちゃいけませんとかさ、可能性あるじゃん今の流れ。なんかささ、ちょっとさ命がけというか、先立ってるのを見るのがいいわってなるわけ。そう心が動くわけでしょそれね。だからそういうのはねちょっと見に行きたいなって思ってるんで。いやマジでこれはでも俺たちはねそういうその流れには抗えないから見れるうちに見とかないと。そう見とかないとって思ってちょっとね山笠もちょっと。そうだね。これ1年に1回だよね。そうだよね。多分この時期にやるものってことですね。じゃあちょっと来年見に行こうと思います。来年か。いや今年無理でしょ。ギリ残ってないかなナンバーショット行くとき。残ってたらもう教えてください。撤去されますよね。撤去されるわ。そっか。じゃあ来年だわ。頑張ります。はい。メッセージいただいてます。ラジオネームいろはさん。ありがとうございます。こんばんは。家にどこからともなく小林が湧いています。生ゴミも片付けてお皿もちゃんと洗ってるのに。東京は小林湧きますか？湧くよ。湧くよ全然。湧く。俺だからあれ貼ってるよ。ゴミ箱の蓋に。ゴミ箱に蓋がってよかったな。小林こらず晴れるから。それさ、ちょっと待って。急に CM 今の。いやまあいいことだけどね。そうでも多分ね小林ってゴミじゃないのよ。みんなゴミはさ大体ちゃんとやるじゃん。あれ多分だけど排水よ。そういうこと？お風呂、あと洗面所、あとキッチンシンク、あれの多分排水だと思う。本当。だから排水きれいにしといたら多分大丈夫だ。きれいにしてんだよ。じゃあ小林はどっからともなく湧きます。しょうがないです。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカこの後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカお送りした曲はスパイアでバディでした。そして今週ニューシングルチェイス・ザ・シャインがリリースされました。ありがとうございます。今回タイアップついてます、ボートレース2025の新 CM ソングということで、ね、七夕にリリースしましたね。いやたくさん感想もいただいてるんですが、どんな楽曲なのかみたいな感じのことはちらっと言います？言った方がいいんじゃないですか。まあでも本当冒頭、このお話をいただいて、やっぱ CM ってなるとね、ボートレースの CM でしかも夏、やっぱ爽やかでこう疾走感があって、で耳に残りやすいねメロディーだったり、ビート感だったりっていうところがやっぱ際立ってんじゃないかな。際立ってるね。やっぱりこうでもなんか陽介入ってから本当にこのなんだろう渋打ちで四つ打ちしながらこうバコンってストレートに上がるような楽曲っていうの多分初めてだと思うから、そうすごく疾走感もあって、ライブもね、ライブ映えしそうですね。そしてなんかアーシャアイコン？そうだアイコンってかあれでしょバサラカの
なんかメインのアーシャが変わってるよね。ケンタこんな写真撮ってたんだ。そう多分ねこれねソロ撮影で撮ったやつをそうだよね、こう組み替えられて、これはあれよチョケロって言われてツアーの、なんだっけあれこうアクリルスタンド、シークレット。そうシークレットとかに、じゃあ使えるようにやっときますねっつってやったら、全然違った。バサラカの方に使われてたわ。なるほどね、俺は普通にオジーオズボーンみたいな写真が撮りたいからいっぱい撮ってたからそれ使われたということで、たくさんメッセージもいただいております。はいはい。ラジオネームしゆうさん、よすけさん、けんたさん、こんばんは。こんばんは。新曲リリース&CM タイアップおめでとうございます。ありがとうございます。0時発表だったので、しっかりスタンバイしてました。めちゃくちゃかっこいいサウンドと陽介さんの英詞シャウト、どこをとっても最高です。発表があった時から聴ける時はずっとリピートしてます。サビの Never Gonna Stop のストップから楽器が入ってくる感じや落ちサビの縦に揃ってる感じがお気に入りポイントです。これは陽介さんじゃないと歌えない曲だなと感じました。この曲をライブで聴ける日を楽しみにしております。嬉しいですね。いっぱい来てます。どんどん行きましょう。ラジオネームアンナさん、陽介さん、ケンタさん、こんばんは。チェス社員配信、そしてボートレース 2025CM タイアップ決定おめでとうございます。もともとボートレースシリーズの CM が好きだったのでめちゃくちゃ嬉しいです。チェス社員ライブで聴ける日を楽しみにしていますね。ボートレースの CM よく見るよね。いやめっちゃ見る。でもすごいわ。でもさ、これ収録日的にはさ、まだ2日経った。2日、そうだね。俺やっと今日朝見てた。単純にテレビ見てないんじゃないでもなんかもみ系の話によると YouTube でもYouTube の広告ね。そうでも YouTube プレミアムだ。俺もプレミアムだから流れないんだよね。でもなんかテレビつけるきっかけになった。まあ確かにね、そうかも。だからちょっとだからテンション上がったもん。そうし、いいタイミングかかってんねあれ。いやあれすごいよ、めちゃくちゃいいよ。ライバルはお前だみたいなつってね、入ったみたいな。しっかり水しぶきもバーって上がっててね。いや最高ですよ。最高の CM ですね。ラジオネームはなさん、ありがとうございます。陽介さん、けんたさん、こんばんは。新曲のチェイス・ザ・シャイン良すぎて泣いてます。嬉しい。泣いてくれて、泣くほど泣くような曲じゃないけど泣いてくれると嬉しかったですね。ありがとうございます。ラジオネームかなしーさん、新曲チェイス・シャイン、疾走感もあり歌詞もともにボートレースにぴったり合った楽曲になっていますね。曲の出だしの歌詞では乗船前、船に乗る前ね、乗る前ねにピットに立つ選手が眩しそうに水面を見る姿が目に浮かびました。配信されてから何度もリピートしています。ライブで見れる日がとても楽しみです。今月19日に出演されるナンバーショットは、浜辺のステージだし、陽介くん思い出のボートレース福岡も近いですしぴったりだと思いますね。いいですね。でもなんかちょっと時間あったらいけるかもしれないね。1レースぐらいね、せっかくそうやってタイアップいただいてんで、これを機会にまた再燃していきましょう。行ってみましょう。ということで、皆さんまだまだね新曲のチェイス・ザ・シャインの感想なども送っていただけたらと思います。それでは聴いてください。スパイアでチェイス・ザ・シャイン。スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでチェイス・ザ・シャインでした。陽介、健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もたくさんお悩み届いております。ラジオネームむくろさん、ありがとうございます。お二人さんこんばんは。こんばんは。最近今の家に引っ越して1年経ちました。ただ未だに部屋の広さの把握があまり甘くて、壁やドアノブに体をぶつけてしまいます。どうすれば忙しい時間に冷静に避けれると思いますか？これね、俺あれよ。そんなことある。どういうこと？引っ越したら絶対にやることがある。どういうこと？だからやっぱ住み慣れてる家だとさ、要はトイレに行くまでに廊下を何歩歩けばドアにたどり着くとか、なんとなく体に入ってんじゃん。でここに突起があるからここ気をつけなきゃなとかあるじゃん。でそれをこう夜中にパッて目覚めて真っ暗な中、このなんか薄暗い中でもなんとなくたどり着けてしまうっていうのが住み慣れた家じゃん。このなんかある程度どこに何があるか分かってる。でも引っ越すとあるのは分かってる、そこに。ただ何歩とか距離感とかここに足ぶつける場所あったなとかっていうのは分かってないから。そういうことね。だから多分なんていうの、
この夜どうこうじゃなくて部屋の広さの自分の体に対しての部屋の広さが把握しきれてないっていう。体に染み込んでないんだ。そう染み込んでない。だからここはちょっと肩ぶつかりそうだなってフィッて受けたらゴンってぶつかっちゃうみたいな、はあはあ。足の小指ぶつけちゃうとか。だから俺最近うんぶつけんのか。新しいテーブル買ったんだよ。そうでもそういうことそういうこと。新しいテーブル、うんまあちょっと大きいテーブル買ったの。はいはめっちゃ最近足ぶつける。い。それよ。あ、そういうこと？前のテーブルのうん。距離感幅でで慣れちゃってるから。行くとぶつけんだ。そうあ、でこれあるんすよ。俺はもう引っ越したら絶対にやる1週間の1行為。週間、体を慣れさす。家帰るでしょ。まず電気をつけない。つけない。そうすると真っ暗じゃん部屋、はでまず帰って真っ暗な部屋を自分の記憶を頼りにそこまで行くまず電気でまず電気じゃん。で電気ってみんな最初にやるじゃん。この辺にあるかなって壁触って、その壁触る行為を壁をさっさっさって触らない。一発でそこにたどり着くようにそう決め打ちするようにいく。でそれでできたらできたでいいので、まず電気つけずに靴脱ぎます。はい。服脱ぐためにクローゼット行くんだったらクローゼットまで真っ暗な状態で行って手探りで行きます。あそこは手探りでいいんだ。手探りでいいそれは。だからそれで距離が分かるから。はいはいはい。体に対しての壁の距離が分かるでしょ、で手がゴンってぶつかったらここぶつけるところあるんだって分かるじゃん。はいはい。でこのぐらいかなって思ったら思ってたよりも手前でここだと思ってしまったならもっと奥だし、っていうのをまず全部やるの。真っ暗な状態でカバンを置くところがベッドならベッドにカバンを真っ暗な状態で置く。でドアを開けるとか、全部やって一通り終わったら電気つける。でこれも玄関まで行って手探りするんじゃなくて決め打ちで電気のところにピッて。電気は決め打ちなんだ。決め打ち高さが分かるからこれで。はい。っていうのを1週間やったらこれ完璧に身につく体に。でもさ、うん、それやんなくても 1,2 年住んどきゃなれんじゃない？いやでも1年間できてないからもうだから甘えですそれは。いや自分ならできるだろうって甘えが要はこれ招いてるわけ。でもムクロウさんぶつけるのが嫌なんだ。嫌でしょ誰もいや誰も嬉しい人いないよ。ぶつけちゃったやったーってないでしょ。ほんと、なんかだから陽介はあれよまず真っ暗な状態で、自分が想像してるそのテーブルの大きさのところに足をやってみる。はいはい。でそこでコンってぶつかったら合ってるなでいいじゃん。で多分今できないからそれスカッてなるから。でも前のテーブルの位置だったら絶対にそれは分かったはずです。コンって。そっかそっか。そうだから視覚に頼らない。まず感覚を研ぎ澄ませて染み込ませて。分かった？よろしく。だそうです。続いて、ラジオネームかんちゃんです。はい。健太さん陽介さんこんばんは。こんばんは。2人からするとしょうもない悩みかもですが相談があります。はい。私年齢を重ねるごとにわがままになっている気がするんです。というのも一人暮らしを始めてからというもの誰に何も言われなくなったので、風呂も入らなかったりめんどくさいことを遠ざけたりします。はい。極めつけには朝布団から出るために出なきゃいけないという理由を作るためにウーバーを頼んだりしています。ただ仕事とか貯金はちゃんとありますよ。第三者視点から私はわがままに見えてますかと。別にいいんじゃない？俺もいいと思う。いやでもさ一人暮らしならではじゃんこんなん。そうだよ。でちゃんと貯金もしてて仕事もしてるわけでしょ、で多分他人と一緒にいる時に多分そんなこと多分しない人だと思うの。言うぐらいいいじゃん。これ醍醐味だよね一人暮らしの。そうこんなできるの。親がいたらできないでしょ、ね、で多分パートナーがいたらできないでしょ、で友達が家に遊びに来てたらできないじゃん。できない。いや全然こんなもんだよ。それがなんか、俺はさ風呂に入らないのは1日が限界なの。まあでも俺もそうやっぱり、だけど全然今日いいやってなっちゃう。今日いいやできる人なんだ。できる。それ1日が限界じゃないじゃん。2日じゃん。1日が限界は毎日風呂に入らないといけない人だよ。だって1日なんだもん。あれ、そっかそういうことか。そう24時間1日風呂に入らない日があってもだから2日いけるってことでしょ。俺はもう1日が限界だから24時間で入らないと無理。2日いけるわ。俺2日もいけない。もうどんだけ酒飲んでても酔っ払ってても風呂は絶対入るもん。ほんと。いやでもだからでもさそれもさ、別にいいじゃん。そういいんだよ。それでいいんだよ一人暮らしは、それが醍醐味なんだから。ウーバー頼んでていいじゃん、全然いいよ。わがままじゃないですよカンちゃん。誰に迷惑かけなければ。そう大丈夫だよ。どうしてもなんか
花火がしたかったからお風呂場でやっちゃいましたとかはわがままだと思うけどそれはそうじゃない限りは全然大丈夫ですよ。大丈夫です。全然わがままに見えません、大丈夫でございます。別にお家ではゆっくりしてください、してください。お家は休むとこですから、はい、ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております、はい、小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集していますので気負わず送ってみてください、はい、皆さんからのお悩みをお待ちしております。スパイアのバサラカお送りしているのはスパイアで Just Like This 2024より感情ディスコードです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい、どうでした？いやどうでしたっていうもう今日はそうチェイス・ザ・社員を言えるようにみんな言えてないんだからチェイス・ザ・社員でしょ。チェイス・ザ・社員は言えるよ。いや噛んじゃったじゃん。噛まないように。違う今かぶったからね。社員のところでかぶったから、3回言ってチェイス・ザ・社員チェイス・ザ・社員チェイス・ザ・社員言えるでしょなんで言えないの？もう一回3回言って。じゃあお前が言えよまずお前が言えよ。チェイス・ザ・社員チェイス・ザ・社員チェイス・ザ・社員。じゃあダメそれダメ。それの何でしょう。発音のいいキュッてした英語やめて。チェイス・ザ・社員チェイス・ザ・社員チェイス・ザ・社員。言えるわね。2人組のもう問題言うならもうもごすんなよ2人組のアーティストはジャギャンダスか。はい。教えてもらいます。ちょっと今のは全部カットで大丈夫です。はい、現在ボートレース2025、CM ソングチェイス・ザ・シャイン配信中でございます。配信中です。よろしくお願いします。そして今年もジャストライクディス2025が開催決定しました、はい、日程は9月27日土曜28日日曜の 2days です、はい、会場は山梨県川口湖ステラシアター、はい、デイ1は2015年からの10年間を振り返るジャストライクディスをテーマに、デイ2は歴代アニメソングをテーマに、2日間異なるセットリストでお届けします、はい、そして8月にスパイアのバサラカ1周年迎えます。そうですよ、はい。そこでリスナーの皆さんからはこの1年間の放送で自分が好きだったシーンを大募集します、はい、今のくだりではないことは間違いない細かくね言ってもらえると助かるので、ぜひいつの放送の何分ぐらいなのかを送ってもらえると嬉しいです、はい、締め切りは、今日4月13日日曜日までです、はい。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声ダメだそうだ。何を笑ってんのこの人、ふうじゃないのよはい。そしてこの番組は YouTube や音声配信、そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください、はい、ということでこの時間の相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。